日本語の文章で使われる、が、わ、を、の、に、で、のような語を助詞と言います。助詞は、日本語の文章において、とても重要な役割を果たしています。助詞は語と語の関係を示したり、文の構造を決めたり、話し手の心情や意図を表現したりします。正しい日本語表現のためには、助詞を適切に使うことが大事です。この助詞ですが、使い方がよくわからないときがあります。少し例を挙げてみましょう。留学生のライアンさんは、日本語の勉強を始めたばかりです。ライアンさんが初めて会う近所の人に自己紹介する場面を想像してみてください。この時、ライアンさんは、私の名前はライアンです。私が学生です。と言いました。このライアンさんの自己紹介について、どう思いますか？次に、私は図書館に行く、と、私は図書館へ行く、について考えてみましょう。皆さんだったら、どういう場合に、に、や、を使いますか？これから紹介する助詞は、格助詞、接続助詞、副助詞、終助詞の4つです。それぞれ異なる働きをします。今日は、それらの助詞の働きの一部についてお話しします。格助詞の使い方。格助詞には主に次のような働きがあります。文中の関係性を表す、場所や時間を表す、動作の対象や方向を表す、手段や原因を表す、比較の基準を表す。主な格助詞には、が、の、に、で、を、と、や、より、などがあります。がは、主に主語を表すために使われます。例えば、雨が降っている、父が本を読む、友達が遊びに来る、などの文があります。がは雨や父、友達が主語であることを示しています。また、二つの事柄を対比させるときに使われます。例えば、私は野球が好きですが、サッカーは好きではありません。彼は勉強は好きですが、運動は嫌いです。のように使います。のは日本語の文章でよく使われ、いくつかの役割を持っています。主な働きは、の前にある語が、後ろの語を修飾し、その特徴や所属を表します。例文で説明します。私の本、小学校の先生では、本の所有者や先生の所属先を表します。木造の家、青色の服では、家の性質や服の特徴を示します。材料や成分を表すときも使われます。木の机、麻の服のように何でできているかを示します。今日の新聞、フランスの友人では、今日という時間やフランスという場所を特定します。母の友人、彼の趣味では、母と友人の関係や彼と趣味の関係を示します。
文の前に出てきた名詞を代用して、のを使うことがあります。例えば、私が着てる服は白色ですが、彼のは青色です。では、服の代わりに、のが使われています。つまり、先ほどの例文では、彼の服は青色ですという代わりに、彼のは青色ですとなります。には、場所、時間、対象などを表すために使われます。例えば、京都駅に着きました。では、にの前の言葉、京都駅が場所を示します。また、年に1、2回しか父に会えません。週に1回、塾に通っています。では、には定期的な頻度を示しています。朝8時に出かけます。では、には特定の時点を示します。1週間に2冊の本を読みます。では、期間や回数を示しています。には多くの場合で場所や時間を表しますが、感情や働きかけの対象を表すこともあります。例えば、彼女に恋をした、役人の話に憤慨した、では、には感情の対象を示します。また、友達に本をあげた、子供に水を飲ませた、では、には働きかけの対象を示します。また、には比較の対象を示すこともあります。今年は、昨年に比べ暑い、娘は母親に似ている、などのように使います。には単なる場所や時間を示すだけでなく、様々な対象関係を表すことができます。絵は主に移動の方向を表すために使われます。いくつかの例文を挙げます。私は京都へ旅行に行きます。季節はゆっくりと秋へ向かっています。彼らは未来へ希望をつなげます。これらの例文では、絵が移動の方向や向かう先を示しています。絵は単なる到着点を示しているのではありません。そこに向かう過程や方向性を強調する意味を含んでいます。また、絵は、にと比べてやや改まった表現や丁寧な言い方として使われることもあります。最初に述べた、私は図書館に行く、と、私は図書館へ行く、の違いについて、お分かりですか？図書館に行くは、実際に図書館で本を読むなどの活動を思い起こさせる表現です。例えば、勉強するために図書館に行くというと、図書館で勉強する様子が想像されます。一方、図書館へ行くは、図書館に向かう途中の過程や、図書館を目指して移動する状況を、より強く表します。図書館へ行く途中で、友達に会ったというような使い方が自然です。図書館に行くは、より具体的な行動や目的を伝えるときに使われることが多いです。ただし、にとへの違いは微妙であり、実際の会話では、どちらを使っても意味が通じます。では場所、手段、方法、道具、材料、原因、理由、期限、金額などを表すときに使われます。昨日、
あの店でお菓子を買ったのように、では何かが行われる場所を示します。手段、方法、道具、材料を示すときに使う、でがあります。例えば、ハサミで紙を切る、ドライバーでネジを締める、木で椅子を作る、のように使います。大雨で電車が止まった、の、では、ある事態の原因や理由を示しています。1週間で完成しますか、の、では、期限を示しています。この本は、1000円で買いました、の、では、金額を示しています。その他にも、どのような様子や状態であるかを示すために使われる、でもあります。例えば、笑顔で挨拶する、真剣な顔で話を聞く、のように使います。おは、動詞の直接目的語を示します。例えば、私は本を読みます。パンを食べる。では、本やパンが動作の対象となる直接目的語です。また、おは移動の経路や場所を表します。例えば、私は公園を散歩した。では、公園が散歩した場所を示しています。とは複数の名詞を並べるときに使います。例えば、私はスーパーでトマトと玉ねぎとニンニクを買いました。のように使います。また、発言や思考の内容を引用するときに使います。例えば、天気予報士が明日は雨が降ると言った。先生が車に気をつけてと注意した。のように使います。誰かと一緒に行動することを表現するときにも使われます。友達と出かけます。夫と旅行に行きます。のように使います。さらに、動作の様子や状態を表現するときに使います。例えば、彼女はニコニコと笑った。風がそよそよと吹いている。のように使います。この街は、昔と違う。では、比較するときの基準を示します。氷が水となる。では、変化した結果を示します。とは、たくさんの使い方があるので、覚えるのが大変です。やは、複数の名詞を同列に並べるときに使われます。やを含む例文をいくつか挙げます。公園では子供たちが野球やサッカーをして遊んでいます。畑ではトマトやナス、ピーマンなどが取れます。のように、やを使います。やを使用するときは、次の点に注意すると良いです。1、3つ以上の項目を並べる場合は、当点を使うと読みやすくなります。例えば、畑では、トマトやナス、ピーマンなどが取れます。のようにします。2、重要な項目を先に置くことで、読み手に印象づけやすくなります。勉強で大事なのは、集中力や目標設定、適度な休憩ですという文では、相手に一番伝えたい大事な項目は、集中力になります。3、と、やの使い分けについてですが、とは挙げられた項目のみを指します。
やは挙げられた項目以外にも、同類のものがあることを暗示します。例えば、本や新聞を読んだ。では、本、新聞以外にも読んだものがあることを示しています。それに対して、本と新聞を読んだでは、読んだのは本、新聞の二つであることを示しています。よりは、比較を示すだけでなく、文脈に応じて多様な意味を表すことができます。彼は兄より背が高い、お金より健康の方が大切です。のよりは、比較を表しています。家は駅より徒歩5分の場所にある。山頂より眺める景色は格別だ。のよりは起点を表しています。本を読むより映画を見る方が好きです。今年の冬は去年より寒くなりそうだ。のよりは選択や程度を表します。予想より良い結果になった。平均より身長が高い。のよりは基準を表しています。接続助詞で文をつなぐ。接続助詞の主な役割は、前と後ろの文節をつなぐことです。主な相互関係には次のようなものがあります。1、順接は、前の文節の結果が続くことを示します。順接には、確定の順接と仮定の順接があります。主な確定の順接に属する接続助詞は、ので、から、て、と、などがあります。いくつか例文を挙げてみます。寒かったのでコートを着た。雨が降ったので傘を差した。風邪をひいたから学校を休んだ。雨が降ったから傘を持って出かけた。朝早く起きてお弁当を作った。本を読んで新しい知識を得た。空を見上げると月が輝いていた。彼が話し始めると会場が静かになった。ここまで、ので、から、て、と、の使い方を紹介しました。仮定の順接に属する助詞には、たら、なら、は、があります。いくつか例文を挙げます。雨が降ったら、レインコートを着ていきます。お金があったら、宇宙旅行に行きたいです。日本に行くなら、京都に行きたいです。彼が来るなら、私も行きます。雨が降れば、遠足は中止になります。天気が良ければ、遊園地に行きましょう。彼が来なければ、会議は始められない。たら、なら、ばはこのように使います。2、逆接は予想や期待に反する結果を示します。逆接を表す接続助詞には、が、でも、ところで、けれど、のに、などがあります。がを用いた例文を挙げてみます。今日は雨ですが、遠足に行きます。私は野球が好きですが、サッカーは嫌いです。精一杯戦ったが、試合に負けた。これらの例文では、が、逆接の意味で使われています。つまり、前半の内容に対して予想外の結果や対比的な内容が後半に続いています。がを接続詞で使うと、
混乱を招くことがあります。例えば、彼はお金持ちですが、明るい性格です、という文を読んで、どう感じますか？少々違和感を覚えるのではないでしょうか。この場合、お金持ちと明るい性格の間に明確な対立関係がありません。ですから、彼はお金持ちで明るい性格です、とか彼はお金持ちですし明るい性格です、という文にした方が良いです。てもは、てもの前にある内容から予想されるのとは、反対の結果が、てもの後に来る場合に使われます。てもには、主に家庭的逆説と事実的逆説の2つの用法があります。家庭的逆説は、ある条件を仮定し、それに反する結果が生じる場合に使われます。例文を挙げます。明日は雨が降っても試合はします。いくら言っても無駄だと思う。走っても間に合わないだろう。これらのように使います。事実的逆説は、すでに起こった事実に対して予想外の結果が生じる場合に使われます。例えば、長時間勉強しても成績が上がらない。友達にメールをしても返信が来ない。連休を変えてもつかないのように使います。3. 並列の関係を表す接続助詞には、主に次のものがあります。詞は、日本語において文をつなぐ役割があり、特に並列や理由を示すときに使われます。具体的な例文をいくつか挙げてみます。彼は野球も上手だし、水泳も得意です。この文では、野球が上手なことと、水泳が得意なことが並列されています。天気が良いし、今日は出かけよう。この文では、天気が良いことが、今日は出かけるという判断の理由となっています。ては、日本語の文章において多く用いられ、多様な意味や用法があります。ては、基本的には2つの動作や状態を単純につなげる役割をします。ご飯を食べて、歯を磨きます。学校に行って、勉強する。これらの文では、前後の動作が時間的に連続して起こることを示します。また、ては、原因や理由を表すこともあります。お腹が痛くて、学校を休んだ。雨が降って、遠足が中止になった。これらの場合、ては、のでや、ためと同じような意味になります。動作の手段や方法を示す手もあります。例えば、バスに乗って、駅に行きます。走って帰りました。のように使います。さらに、ては形容詞や形容動詞に続いて、状態を表すこともできます。この料理は甘くて、美味しいです。彼は明朗で、楽しい人です。のように使います。複数の事柄を並列したり、追加したりするときにも、てが使われます。雨が降って、風も強くなってきました。彼女は歌が上手で、料理も得意です。
のように使います。たりは、並列の意味で使うことがよくあります。この場合は、普通2回以上繰り返して使います。私は野球をしたり、サッカーをしたりして遊んだ。今日の天気は、雨が降ったり止んだりです。のように使います。副助詞で意味を強調する。副助詞は、様々な語句について、その語句に限定や程度などの意味を添える役割を持っています。副助詞は特定の品詞に限らず、様々な語に意味を付け足し、文に新たな意味を加える働きをします。主な副助詞には、は、も、こそ、さえ、などがあります。はの最も基本的な役割は、文の主題を提示することです。主題とは、文において、説明を受ける対象のことを指します。例えば、私は学生です。キリンは首が長い、という文があります。この文では、私とキリンが、それぞれ主題として提示され、その後に説明が続きます。はは、普通は主題を提示しますが、目的語を強調したい場合にも使われることがあります。例えば、そのケーキは彼女が作った、という文は、通常、彼女がそのケーキを作ったとなります。あえてそのケーキは彼女が作った、にするのは、目的語であるそのケーキを強調したかったからです。その問題は私たちが解決したも、同じように目的語であるその問題を強調しているのです。通常なら、私たちが、その問題を解決した、となります。もは、主に同類、追加、並立の意味を表します。私も学校に行きます。ジュースを飲んだ後、紅茶も飲みました。の、もは、同類や追加の意味を表します。犬も猫も飼っています。春も夏も秋も冬も、それぞれ大好きです。これらのもは、並立の意味を表します。こそは、強調の意味を表します。例えば、今度こそ成功させようという文があります。この文では、今度を特に強調し、以前の失敗を踏まえて、今回は必ず成功させるという決意を表しています。今こそチャンスだわ。今という時期が特に重要であることを強調し、行動を促す意味合いを持っています。さえは、追加、限定、類推の意味を表します。例えば、風が吹き出しただけでなく、雨さえ降り始めた。では、風だけでなく、雨も降り始めたという意味を付け加えます。限定の意味で使うさえもあります。例えば、君さえいればいいという文では、君だけが必要であるという限定的な意味を強調します。類推の意味でさえを使うことがあります。例えば、その情報は私さえ知らなかったという文があります。この文から、その情報は私さえ知らなかったので、他の人はなおさら知らないでしょう、ということが推測できます。修助詞で感情を表す。
習助詞は日本語の文末に付け加えられて、話し手の態度や感情を表現する役割をします。次に習助詞の主な役割を説明します。ねは、相手に同意を求めたり、確認したり、親しみを表したりする際によく使われる習助詞です。次に例文をいくつか挙げてみます。この新製品、とても使いやすいね。今日はいい天気になったね。彼の歌は、とても上手だったね。そろそろ帰る時間ですね。綺麗な景色を見ると、感動しますね。久しぶりに会うと、懐かしい気持ちになりますね。一緒に頑張りましょうね。ねを使うことで、会話がより自然で親しみやすいものになります。ぜひ、普段の会話に、ねを使ってみてください。ねは、話し手の意思や情報を、聞き手に受け入れてもらうことを要求する働きもあります。例えば、ちょっとデパートに買い物に行ってくるね、という文では、自分の行動について相手の理解を求めています。世は会話でよく使われる表現で、様々な情報や意図、感情を伝えるのに役立ちます。次に、例文をいくつか挙げます。今日は雨が降りそうだよ。傘を持って行った方がいいよ。この文では、相手に天気の予報を伝え、アドバイスをしています。この店のラーメンは美味しいよ。この文では、話し手の経験に基づいた情報を相手に伝えています。そんなことをしたら危険だよ。この文では、相手の行動に対して注意を促しています。大丈夫だよ。きっとうまくいくよ。この文では、励まし、自信を持たせようとしています。私はそう思わないよ。この文では、自分の意見を相手に伝えています。可の働きは、主に疑問を表すことです。いくつか例文を挙げてみます。君も出かけますか？何か見たい映画はありますか？今日の昼食は何にしようか？これらの文のように使います。話し手が答えを期待せずに、純粋に疑問を表す際に用いられることが多いです。また、かは柔らかく相手に質問をする際にも使われ、特に子供に対して優しく問いかける場面で用いられます。この場合、語尾を高く上げて使うことが多いです。かのその他の働きとしては、反語を表すことがあります。例えば、そんなことで諦めていいのか、のように使います。また、勧誘や依頼を表すことがあります。映画でも見に行かないか、仕事を手伝ってもらえないか、の文のように、勧誘や依頼をするときに使います。誰かと思ったら、太郎だったのか、この森にはこんなに美しい鳥がいたのか。これらの文のように、驚きや感動を表すときに使います。話し声が聞こえないので、静かにできないか、一緒に歩かないか、次は別の課題に挑戦してみないか。これらの文のように、
命令や提案を表すこともあります。な、には、次のような働きがあります。最後まで油断するな、廊下を走るな、の文では、なは強い禁止の意味を表します。早く起きな、ゆっくり話しな、の文では、なは命令する気持ちを表します。早く起きな、は早く起きなさい。ゆっくり話しな、はゆっくり話しなさいのように普通は話します。これらの場合、なさい、の、さいが省略されて、なの形になりました。彼は成長して立派になったな、の文では、なは感動を表します。それは確かに違うと思うな、の文では、軽い主張や断定を表します。誰か来てくれないかな、の文では、軽い願望を表します。なあは、主に感情の高まりを、驚きなどをもって表現するために使われます。ある事態を認識したことから引き起こされる感情の高まりを声に出して表すときになあが用いられます。このご飯、とても美味しいなあ。海の景色がとても綺麗だなあ。これらの文は、話し手が感じた驚きや関心などの強い感情を表しています。なあを使うときに気をつけることを次に挙げておきます。1、なあは普通、長く伸ばして発音します。2、基本的に男性が使う表現とされています。3、丁寧な文には使われません。4、独り言でも使用できます。和とがの使い分け。最初の部分で、留学生のライアンさんが自己紹介をする場面がありました。覚えていますか？その時、ライアンさんは、私が学生ですと言っていました。ここまで、助詞のことを学んできた皆さんは、何かおかしいとすでに気がついたことでしょう。そうですね。ライアンさんは、私は学生ですと言うべきでした。助詞の和とがの使い分けは、ちょっと難しいかもしれません。和は主題を表す助詞で、文の話題を示します。主題とは、文が中心に据えているテーマや内容を指します。私は学生ですという文の和の働きは、文の主題を明示します。また、私という主題について、後に続く情報を提示しようとしています。それに対し、がは主語を表す助詞で、動作や状態の主体を示します。私が学生ですという文のがの働きは、文の主語を明示し、学生であることを強調しています。次に、情報の新旧による使い分けを説明します。がは、新しい情報や伝えたい情報を示すのに使います。和はすでに知られている情報や前提となる情報を示すのに使います。例えば、あの人が社長ですの文では、社長が誰かを新しく伝えています。それに対して、あの人は社長ですの文では、基地の人物が社長であることを伝えています。さらに、和とがには、
特別な使い方があります。夏は暑いが、冬は寒いの文では、和は夏と冬を対比させています。この問題が最も重要だ、の文では、がは多くの問題の中で、この問題が重要であることを強調しています。和とがの、どちらを選択するかは、文脈によって変わります。慣れていないと、文脈からどちらを使うかを、すぐに判断するのは難しいと思います。また、ここまで紹介した助詞の中には、一つの助詞が多くの意味や用法を持っているものがありました。は、が、に、で、と、で、などがそうでしたね。これらの助詞は、文脈によって異なる意味や働きを持つので、文全体を理解するのが難しいと感じるのではないでしょうか。助詞の使い方には、多くのパターンがあるので、文脈や意図に応じて、適切な助詞を選ぶことが重要です。練習を重ねることで、自然な使い分けができるようになります。しかし、習得するにはとても時間がかかります。そこで、より効率的に助詞の使い方を習得する方法を紹介したいと思います。助詞の使い方を習得する方法。ここに紹介するのは多くの習得方法のうちの一つですので、自分に適していると感じたら、ぜひ試してみてください。1、一つ一つの単語ではなく、短い文で覚えると良いと思います。自分の生活に関係することでいいです。例えば、ご飯を食べる、トイレに行く、学校で勉強する、友達と遊ぶ、本や雑誌を読む、のような短い文です。こうすることで、自然な助詞の使い方が身についてきます。2、自然な日本語になるべく多く触れることが重要です。具体的には、日本語のニュース、ドラマ、アニメなどを視聴したり、日本語の新聞や雑誌を読んだりすることです。覚えるというよりは、むしろ慣れることが大切です。3、はじめは最も基本的で、多く使われる助詞から学び始めるのが良いと思います。例えば、は、が、を、に、で、などの基本的な助詞から始めてみてはいかがでしょうか。ここまで助詞の使い方について紹介してきました。少しでも参考になれば幸いです。助詞の使い方を身につければ、日本語の表現をとても豊かにすることができます。頑張ってください。応援しています。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。